こんにちは、さちこです。今日はエコの基本 3R をおさらいしてみようと思います。ほとんどの人が知っていることじゃないかなと思うので、今更感はあるんですけれども、でも 3R もちょっと分解して考えてみると普段の行動が少し変わるかもしれないなって思うので、今日はこれについて詳しく取り上げてみることにしました。今回この話題を取り上げたのにはきっかけがありまして、それは視聴者さんとのコメントのやり取りでした。とある動画にコメントをしていただいて、リサイクルするから大丈夫じゃないですかっていうようなことだったんですけれども、その時にそうか、リサイクルイコールエコというふうにみんな思ってるんだよなっていうか、私もそう思ってるしなっていうのがきっかけでした。これは正解であり正解でもないというふうに思っています。なのでその辺について今日はお話しできればなと思っています。まず 3R とは何かですけれども、 Reduce、Reuse、Recycle、この頭文字の R を取って 3R というふうに言われています。ここまではご存知の方多いんじゃないかなと思いますが、今日の本題はこの 3R の中には優先順位というか環境負荷が低い順位というのがあるんです。その順番わかるでしょうか？正解は環境負荷が低い、つまり環境に優しい順に Reduce、Reuse、Recycle の順番です。というわけなので、さっき問題になっていたリサイクルはこの 3R の中で考えると一番環境負荷が高いということになります。でももちろんリサイクルしないことに比べたらした方がいいというのは前提なんですけれども、リサイクルしたから環境に優しい、もう万全だっていうことにはならないっていうことなんですね。これを中身を少し分解して考えていきたいと思います。まず reduce というのは減らすという意味ですね。なのでそもそも商品を作る量を減らす、もしくは消費者からしたら購入する量を減らす、無駄に買い物をしない、消費者が買わなければ作る側も作る量を減らすので、そういうところですね。例えばファーストフード店でストローいりません、ドリンクの蓋いりませんっていうのもリデュースになります。それからすっかり定着しましたマイバッグ、あれもレジ袋を減らす、リデュースしているっていうことになりますし、あと自転車とか車のシェアリングサービスっていうのがだいぶ定着しているかなと思うんですけれども、あれも自分で自転車や車を買うのではなくて借りることによって1台の車を大人数で使い回すので、その分たくさんの車を作らなくてよくてリデュースということになります。次2つ目のリユーズ、これは再び使う、再利用っていうことなんですけれども、これ例えば私がいつも言っている洋服の古着を買いましょうっていうふうに言っていますが、古着も誰かが不要になったものを再度利用する、私が購入して再度利用するっていうことなのでリユーズです。あと旅館とかに行くとビール、ウーロン茶、それからコーラなんかの瓶入りのが置いてあったりするんですけども、リユース瓶、リターナブル瓶、あれもリユースの代表格かなと思います。そして最後に出てくるのがリサイクル。リサイクルは再生させるというような意味だと思うんですけれども、さっきのリユーズとどこが決定的に違うかというと、リユースは製品そのままをもう一回誰かがとか別の場所で使うということなんですけれども、リサイクルというのは一回そのものを解体して溶かすなりしてもう一回製品新しく作るということなので、一回原料に戻すような工程があってから製品になるというイメージかなと思います。
ガラスでもスチールでもアルミでも、それから紙でも何でもそうなんですけれども、回収するとそこで例えば洗浄、そのままでは使えないので洗浄したりとか、あと何か素材がくっついているものはそれをひっぺがしたり、そしてそれぞれの素材を仕分けて、で細かく砕いて、で熱で溶かして、それから製品を作るっていう、もうすごいたくさんの工程があると思うんですけれども、そこでやっぱりエネルギーを使って、電力を使って、火を使って、そういう処理をしていかないといけないので、そこでかなり温室効果ガスが出ていると考えられます。と、その辺を考えると、やっぱりリユースできるものであれば、リサイクルするよりはそのままの形でもう一度使用する方が圧倒的に環境には優しいということなんですね。あとリサイクルで気になる問題としては、例えば自分が普段からゴミをしっかり仕分けて回収してもらったとしても、それが本当にリサイクルされているかっていうのはちょっと確認ができないですよね。よっぽどじゃないと。なのでもしかしたら日本の場合はですね、焼却炉でバーって燃やして、でその燃えた時のエネルギーで発電してリサイクルしましたみたいなパターンもあるので、でも私たちからしたらリサイクルってそれは呼べないって思いますよね。でその辺が選べないというのも問題ですし、リサイクルに出したつもりが、例えばゴミ収集車からポロリンって落ちて、それが海へ流れていってというようなこともありえます。なのでリサイクルは問題もたくさん抱えていると思います。たださっきも言いましたけれども、リサイクルしないのとするのだったらする方向の方が絶対良くて、その CO2 だけが、温室効果ガスだけが環境問題ではないので、例えば資源の問題とかを考えても、ガラスなりスチール、アルミなりを原料を取ろうと思うと、かなり掘削作業とかで山を掘り起こしたりとかいろいろしないといけないので、その辺を考えてもリサイクルはしないといけないけど、もしリユースできる選択肢があるならぜひそちらを選びたいという感じです。あともう一つ、リサイクルにおいて重要だなって思うことは、リサイクル品を買う習慣がないといけないっていうことですね。例えば古紙回収とかしっかり仕分けして出してますと言ったとしても、自分が再生紙のトイレットペーパーとか無理って言っていては、そこちょっと矛盾があるっていうことになってしまいますよね。なので再生原料でできているもの、他にもあると思います。例えば我が家でだったらトイレットペーパーの他にはゴミ袋が今再生原料何十%か入ったものを使っていたりするんですけれども、そういう感じで再生原料のものを積極的に使用する、購入するっていう風にしていないと、そのリサイクルの業界が回らないのかなっていうところも一つ思います。ちょっとおまけの話なんですけれども、昔から言われている 3R の話今日してきたんですが、最近では 5R とか 7R とかもうなんか10何 R みたいなくらい R から始まる単語というのがもう次々ボコボコ派生しています。例えばリペアって修繕するっていう意味ですが、私もタイツとか靴下とか穴が開いたのをダーニングっていう、刺繍に似たような技法で穴を塞ぐみたいなのを紹介したことあるんですが、そんなものとかリフューズ、断るというのがあったりします。これはもう本当にレジでレジ袋いりませんとか、さっきも出てきたドリンクの蓋とストローいりません、おしぼりいりませんっていう断るっていうことです。
他にも本当にたくさんあって、レンタル、もうポンと買ってしまうのではなくて、借りられるものは借りるっていうことですね。リターン、返す、携帯とか新しいのにどんどん買い替えていくようなものって手元に持っていても使わないんですが、中には資源が眠っているので、そういうのを返してそちらで再生してもらうというようなことです。で、あとリターナブル、これも同じことですね。リターナブル便ってさっきも言いましたけれども、返して自分の手元にずっと持っとくんじゃなくて、返してどんどん回していくというような言葉です。他にリバイ、これもまあ言ったら中古品を買うっていうことだと思うんですけれども、この派生している言葉、本当に調べていただくと分かるんですが、10個も20個も出てくるんですよ。 R から始まりさえすればいいみたいな感じになって、ただそれ全部覚えなくても結局それの考え方の元となっているのは 3R だなっていうふうに思えるので、全部覚えなくても 3R だけでいいかなっていうふうに個人的には思います。ただそのいろんな言葉があるのを見ていくの、それはそれで楽しいので、ちらっと調べてみるのもいいかなと思います。ここまで 3R についておさらいということでお話ししてきたんですけれども、最後に最近私が注目している、使いたいなと思っているサービス、どちらもリユーズに関わるものなんですけれども、ご紹介しようと思います。まず一つ目が格安っていう酒屋さんですねのリターナブル便での配達です。これはエリアは限られていると思うんですが、私が調べたところ東京都内であれば割と8割7割型エリアに含まれるようです。それ以外のところもエリアマップが載っているので調べていただければと思うんですけれども、ネットで注文するとケースとかで瓶の飲み物を届けてくれて、でそこには少し料金が瓶代が上乗せされていて、で自分のペースで飲んで返却しますとなったら、その時に瓶代が返ってくるという仕組みになっています。私はですね、サステナブルな暮らしを始める前は実はウィルキンソンの炭酸水が大好きで、ペットボトルの箱買いをしていました。しかもそれを1日1本とかのペースでガバガバ飲んでいたので、すごい量のペットボトルのゴミ出していたことになるんですが、このプラスチックの問題というのを知ってすっぱりやめていたんです。でも時々もう本当に炭酸水が飲みたいってなったらペリエの瓶とかを買っていたんですが、ペリエの瓶もどこでも売っているものではないんですよね。なので時々なんかご褒美程度に飲む感じになっていたんですけれども、その格安のリターナブル瓶で注文できる飲み物の中にウィルキンソンの炭酸がありました。まだ使ったことはないんですけれども、でも引っ越してこの部屋もちょっと落ち着いてきたので注文してみようかなと思っています。2つ目がループというサービスです。サービスというかループというところはプラットフォームの提供という風に言うのが正しいのかもしれないんですけれども、もともとはアメリカのサービスです。でそれが日本に入ってきたばっかりで、多分今そのサービスを使っているのはイオンにそのループのコーナーがあるんです。取り扱われている商品というのがキシリトールのガムとかシャンプー、コンディショナー、それから洗濯洗剤と食器洗いとかに使える洗剤とか、もう本当に十何点しか今商品がないんですけれども、それらの商品が全部リターナブルパッケージに入っているんです。もう商品によってスチール製の入れ物だったりガラス瓶だったり、物によってはプラスチックのケースに入っていたりするんですが、それを捨てるのではなくて返却して、洗ってもう一回商品が中に詰められてお店に並ぶっ
っていう風になっています。これもまだ使ってないんです。実はこの間昨日か見に行ったんですけれども、商品点数はもともと少ないんですが、中でも私が買いたいなと使いたいなと思う商品が1個しかなくてですね、ドクターブレナーのマジックソープというのがあるんですけれども、液体の洗剤ですね。それが詰め替えで買えるならそれにしたいなと思ったんですけど、なぜか売り場にそれがなくて、店舗によって取扱い商品にはばらつきがありますっていうのはお知らせが出ていたので、売り切れたかもしくはもともと取り扱いがないかということになります。なのでちょっと他のイオンも一回見に行ってみようかなとは思っているんですけれども、その私が欲しいドクターブレナーのマジックソープがあれば買って使ってみて、またその使った経験などお話しできればなと思っています。このループは本当にもっと商品点数どんどん増やしていろんなものを取り扱いしてほしいなっていうふうに思っています。東京都内のイオンで主に今始まっていて、で他の都道府県のイオンにも広がっていくんじゃないかなというふうには思うんですけれども、新しいサービスなので少しずつやっていく感じかなと思っています。でその取り扱いする商品も、参加する企業っていうのが少しずつ増えていくようではあるので楽しみにしています。で一つ気になることがあって、このループに関してはすごくなんていうか環境意識の高い人、サステナブルっていうのをすごくなんか真剣に取り組んでいる人が利用するサービスかなと思うんですけれども、それにしてはですね、リターナブルな入れ物っていう点ではすごくいいんですけれども、そういうことを気にする人って中身にもすごくこだわりがありますよね。例えば洗剤であれば成分解はどうなんだとか、原料はどうなんだ、オーガニックなのかとか、フェアトレードなのかとか、いろんなことを気にしていると思うんですけれども、中身まではちょっと今のところそんなこだわりの、商品というわけではないかなっていうふうに思って、それが理由で私としては利用したいなという商品がドクターブレナーしかなかったっていうことなんですよね。なのでその辺も 100% 成分解される洗剤とか、フェアトレードのチョコレートとか、あと私が欲しいなと思ったのはビーガン系の食材ですかね。私はプラントベースなので、もし、ベジタブルブイヨンのストックとかそういうのがあったら買いたいなとか利用したいなとかいうふうに思って、今後の展開すごく楽しみにしています。東京に住んでいて近くにイオンがあるという方はぜひ買うものがそこになかったとしてもどんなサービスかっていうのをその現場で見ていただけたらなと思います。はい、以上久しぶりの勉強系動画でした。いかがでしたでしょうか。このチャンネルではこんな感じでサステナブルな暮らしで私が学んだこと、気づいたことなどを中心にお話ししています。こういう分野に興味がある方はぜひチャンネル登録と、あと今日の動画ももしと思っていただけたらグッドボタンをよろしくお願いします。では今日はこの辺で。またね。